サイドは浅いんで気をつけて出てます。ちょっと波ですね。だと思った。漕いでる時にここの高さが高いと思ったんですよね。もう道具が浮いてるってことなんでクラゲかなと思ったんですけど、サボってしまいました。巻かずに。やっぱりサボると魚取れない。これね、最近見るんですよね。これはかなり今まで見た中で一番大きい。これの大きいの見たことないです。板ヤガイではないですね。板ヤガイは片方まっすぐなんで、ヨウギガイなんでしょうか、何なのかわからない。これね、ツルツルバージョンもいるんですよ。これ狙ったんですけど見てくれましたね。お、いたー。出てきた。お、こっちまでおまけ。お、いた。ちょっとちっちゃいですね、でも。はい、さあ。こっちがいるとは思ってなかったですね。日が暮れるまでもう一番ぐらいイカいるんじゃないかなと思うんですけど、一応狙ってみます。大きくなってほしい。でも暗くなる前にしてはなんかイカもいたし、音では入るんですけどね、昼でも。あ、これなんかもう絶滅したんじゃないかって言われてるらしいんですけど、いるんですけど、いつもね中身ないんですよね。だいたい土が入ってます。これは中がいるのを発見したいですね。イカいませんでした。移動中です。動物が本当にね嬉しいですね。もうなんか夏の魚なんでね、もうそろそろ美味しいんじゃないでしょうかね。でもちょっと焼きそうなこれ。まあ贅沢は言えません。ただちょっとチヌがちっちゃいね。これではちょっと色あんでいいかなみたいな感じですね。なんかの骨でかいこれは。イカが一つだったのは残念ですけど、まだ日が暮れてないんでこんなもんでしょう。よいしょ。ちょっと船いかんくなったんでまたクラゲかもしれません。
ったんでエビが出てきました。メナガとカニとイカとか派手じゃないですけど、これかなり嬉しいですね。おお、切った。おお、かっこいいか。今度のは2でもいましたね。今度のはよく超えてますね。ここの肉付きが違いますね、さっきのと。ここの形もいいし。オッケーオッケー。カニ手長と一緒に入れたらすぐ手長にひっつかれてね、爪離すんですよね。今ね、干潮から満潮へ向かってます。瀬戸内海ではこの時に東から西へ潮が流れてます。これを自分たちは下り潮と呼んでます。あー、泥か。順調ですね。順調なんで、なかなかここは離れられない。こっちも順調ですね。ちょっと順調すぎて、イカとかコチとか出たまで出ましたね。もうそろそろ下りが終わるんで、上り潮はね、下り潮ほどあまり良くないんで、上り潮もこのまま来てくれればいいんです。いらんな。すごい。もうこれはきつい。当たりますね。でもなんかちょっといまいち感ある。おでも赤げた2つ目。あ、2でだからチヌが小さいですよね。ではこっちはこれもいい。ちょっとあと数番一応やってみて移動してみましょう。明けがいい。今潮がとろんでる状態です。ちょっとだけ移動してみました。こういう潮のとろみはですね、クラゲの可能性も高いんですけど、まあクラゲじゃないだけマシ。でもなんか移動失敗な感じですね。イカがこっちもなんかどこやっても同じようなもんが入ってますね。まだいいなこが。わあ消えたな。消えましたね、いろいろ。これはもうおかずでしょう。
OK。ただ上りになったら消えましたね、いろいろなんか。決して悪くないんですけど、どうしようかな。よいしょ。気づいたらもう12時なんで、ちょっと全然チヌ取ってないんで、先日90キロいたんで取れるんかと思ったら2遍もなんかちょっと初めてうじゃうじゃいたんですけど、ちょっと最後チヌ取って帰りましょうか。ただまあいるかどうか分かりませんけど、チヌのところ行ってみます。なんでか分かりませんけど、あんなとこにカニが。救出できるでしょうか。なんでここ、しかもいやー、出したばっかり。残念すぎる。出してないんかと思いましたけど、今出し中ですね。これはもう見るからにチヌ入ってないですね。おわ、すごいですか。あ、でもチヌも入ってますね。よかった。今季初、しかもでけえ。かなりでかい。びっくり。やった、初めて見ましたね今季。もうこの季節ですか。直売所にはね、もう他の人は出してたんで、そろそろ食うかなとは思ってました。チヌもいてくれたようですね。大ダコチャンス。チヌ少ないけどイカの箱がいつもの倍いります。前半イカに夢中になって、はい、後半ちょっとだけチヌ取りに来ました。はい、50キロぐらいかな。はい、チヌも、はい、あとはヒラメ、ハモ、こっちです。はい、あと赤ゲタ、ガラ、はい、はい、とか西貝とか、はい、で今日の前回キャンプの時に持っていくのを忘れたこれ、はい、これを前菜で食べます。はい、キャンプの時に撮影しようと思ったんですけど持っていくの忘れたんですよね。1週間空けております。はい、よう生きてましたね、奇跡的に。でまずはこれから食べて、はい、これ食べた後にこれも食べてみます。何食べるの？食べれると思うよ。これ魚最近おるんやな。これのツルツルバージョンが欲しかったんだけどツルツルバージョンおらんかった。まずこれ見たことないわ。今日初めて見たかも。そうまいじゃん。
見たことないと思う。殻は見たことあるけど中身あるんがおったんです。あとこれはな、たまに見るがいる。違うんよ、なんかわからん。昔たくさんおったけどな。皆さん今日もお疲れ様でした。ポール二郎25年コニャックです。インドネシアの方から自分はコニャックとラムが好きですというコメントをいただいたんですが、その時同時にですね、もうたまたま偶然なんですけど、本当に日本の視聴者さんからコニャックポール二郎飲んでみてくださいというコメントをいただきましたので、石器の多め2枚分清水の舞台から飛び降りるつもりで買いました。さすがにちょっとポチるのが勇気いりました。おお、もう開けただけですごい匂い。初めてなのでちょっとこのまま。おお、コニャックって香りすごいんですね。これはちょっと注いでちょっと気づいたんですけど、グラスこれをの買わんといけんですね。これちょっと広がりすぎでしょ。香りが逃げちゃう。こういう香りが逃げないようなグラスを買わないといけませんね。これいただきます。きついんかと思ったらそうでもない。甘い。コニャック初めて飲みましたけど、グレンモーレジの18年だいぶ感動しましたけど、またちょっと違う感動。ちょっと氷が溶けるのを待ちながらちょっと楽しんでいきましょう。海山米ということで初めて食べる貝ばっかりですね。当然のごとくこれから行きましょう。前回の動画で撮ったやつなんですけど、バーベキューに持っていくの忘れまして、でよく見たらですね、これね、同じ種類かと思ってたんですけど種類違うんですよね。なんと柄が違いました。こっちからいただきます。西です。西貝ほど風味のない西貝。そうでしょうね、形がもう西貝ですもんね。こちらいただきます。こちらも西貝、ちょっと苦い。全部食べましたからね。でもこっちは苦味なかったですね。美味しいですけど、普通に赤西食ってればいいかなって感じですね。あえて食べる必要はない。ただ美味しいか美味しくないかで言うと両方とも美味しいです。ではこれいただきます。このちょっと細長かった筒状の貝です。名前が分かりません。子が入っとる。子が入ってますね。味はですね、あまりない。歯ごたえを楽しむ感じの貝ですね。これもう今のはもう醤油とわさびないと味はほぼないですね。でも歯ごたえすごいんで自分はちょっと好きかもしれません、今の。で最近ちょっとね、これ本当見なかったんですよね、あんまり。最近見出したんですよね。ちょっとツルツルバージョンも食べてみたいですけど、いただきます。もうどう見ても板谷貝とかホタテと一緒ですよね、これ。ちょっと風味がある。甘くあって欲しかったけど甘くはない。でも後から来ますね、甘み。ちっちゃいからでしょうね。板谷貝ほどの風味とか味はないですけど、かなり板谷貝に近いですね。でもこっちの方が歯ごたえあるかも。板谷貝はちょっととろっとした感じですけど、こっちはコリコリします。こちらこれ何なんですかね。ハマグリのような味がハマグリであってほしい。アサリっすね。アサリです。そこそこうまい。これ出汁取れるんですかね、貯めれば。いっぺんやってみたいな。でもすざれ貝ほど美味しくないですね。すざれ貝の方が歯ごたえも味もあります。あと驚いたんですけど、このイカチチって瀬戸内海の人しか食べないらしいですね。あんまりなんか岡山、香川、愛媛って書いてたかな。主にそこしか食べないみたいなこと書いてました。びっくりしました。まさかこれ食わないんですか皆さん。瀬戸内海以外の方驚き。こんなはっきり言ってイカ耳かここかぐらい、どっちが一番美味しいのっていうぐらい美味しいとこですけど、
ほんと珍味ですよこれ。イカチチってチチじゃないらしいですね。なんか卵を守る膜みたいなやつがこっから出るそうです。溶けてくると味変わるんで楽しいですねこれ。あ、ちょっと今美味しさに気づいたかも。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。